祖母の形見の本真珠セットをよこせと、夫は言った。以前より夫に愛人がいることは知っていたが、私は知らないふりを貫いてきた。それは娘にとって今がとても大事な時だからだ。私が知らないふりをしていたのをいいことに、夫は自らの口で愛人がいて不貞行為を繰り返していることを暴露した。お前のような女には偽の安物がお似合いだ。わかりました。では、一緒に離婚もしていただきます。離婚か。説得させる手間が省けてよかった。夫は喜んで離婚届にサインをした。その後、私は何食わぬ顔で住み慣れた家を出て、実家に戻った。しかし、離婚して1週間足らずで、夫から鬼伝の嵐に見舞われた。うんざりした私が電話に出ると、夫の口からまさかの真実が飛び出した。その真実とは、現在私は夫と娘と3人で暮らしている。今年の春、娘は大学を卒業する。無事に就職先も決まり、自宅からも通勤可能な範囲だが、娘の強い要望で家を出ていく方向で話をしていた。だが、大学時代のアルバイトで貯めたお金があっても、社会人1年目で一人暮らしをするのは心配だった。私は娘の希望をなるべく叶えてあげたいのだが、娘の一人暮らしに頑なに反対していたのが夫だ。そのため、年が明けて就職する年になっても、娘の一人暮らしはあくまでも予定のままだった。その予定が急展開を迎える事態が起きる。頑なに娘の一人暮らしに反対する夫は、お金にとても貪欲だった。だが、夫の収入が夫の年代の平均よりかなり低いこともあり、家族に対しての出費に関してはかなりケチだった。そのくせ女癖も悪く、ここ数年は決まった愛人もいることを私は知っていた。発覚したのは娘の大学進学が決まりかけていた頃だったので、娘が学生の間は我慢しようと決めていた。いくら低収入の夫とはいえ、今までパート勤務しかしてこなかった私では、娘の学費と娘と私の生活費まで賄えると思わなかったからだ。夫はケチのくせに見えっ張りなところもあり、私が再就職をしたいと言ったとき、反対をした。まるで夫の収入だけでやっていけないと世間に言っているように見えるからやめろと言ったのだ。だが、パート勤務は許された。正社員はダメで、パート勤務ならいいという線引きの差が、夫の中でどうなっているのか、未だに理解できない。いざ離婚を切り出そうと覚悟を決めた今、外で働きたいと思った時に、もっと強く主張しなかったのかが悔やまれる。過去に戻れるなら、あの時の私自身に言ってやりたいくらいだ。そんなある日の週末、今年は正月に実家に帰れなかったこともあり、母が私を訪ねてきた。正月に実家に来た時に渡そうと思って、と言って、祖母の形見である本真珠セットを渡された。この本真珠は祖母から母に受け継がれたもので、私は母が身につけている時の美しさにいつも憧れていた。母を夕飯に誘ったが、父が実家で待っているからと言って、早々に帰ってしまった。その後、本真珠をクローゼットにしまうのだが、その美しさを眺めたくて、たびたびクローゼットから出しては見惚れていた。眺めている間は嫌なことも忘れられるので、私にとっての活力にもなっていたのだ。今日も
本真珠の美しさに浸ってから一日を頑張ろうと思っていると、出かけたはずの夫が声をかけてきた。どうも忘れ物を思い出して戻ってきたらしい。私が真珠を眺めている姿を目撃して声をかけてきたのだ。夫としてはどうやってその真珠を手に入れたのかが気になったようだ。母が先日、祖母の形見を引き継いでほしいと持ってきたことを伝えると、私がへそくりをして購入したものでないと分かったのか、安堵の表情を見せた。俺が稼いだ金をちょろまかしてへそくりしてたわけじゃないんだな。ちょっと見せてもらっていいか。夫と付き合うようになって、結婚してからも、夫から宝石などを贈られたことは一度もない。婚約指輪ももらっていないし、結婚指輪もとてもシンプルで安価なものだった。私も自ら宝石やアクセサリーに興味があるといったことはない。だから夫がそういった類の贈り物をしないことに不満はないが、本真珠への異様な食いつきに嫌な予感がした。これが本真珠か。興味のない俺にもわかるよ。いい輝きをしている。で、こういう本物は似合う女性がつけてこそ本当の輝きを見せてくれると思わないか？いやらしいニタニタした笑いを浮かべた夫は、若くてきれいな子が身につけた方が真珠も喜ぶと言い出した。さらに夫は、自分の愛人に渡すから、私には安価な偽物で我慢しろと開き直って、愛人を囲っていることを自ら暴露した。私はどうやって夫に離婚を伝えるか考えていたので、夫の方から不貞を告白してくれて、正直助かった。いいわよ。ついでに離婚ってことでいいのよね。私は眺めていた真珠のセットと、すでに記入済みの離婚届を夫に手渡した。私が抵抗もせずに応じたことに、夫は驚いた顔をしている。まさかお前から離婚を切り出されるとは。お前も俺に黙って浮気してたのか？お互い様ってことで、慰謝料とかなしでいいよな。離婚の原因が夫側にあるとみじんも思っていない夫に、呆れるやら腹立つやらでもやもやした。だがここで夫の機嫌を損ねて、私が不利になるのも嫌だったので、金銭的授受は要求しないことに同意した。夫は自分がしていたことを棚に上げ、女の分際で浮気とは生意気だ、などと言いたい放題だ。だが、夫は離婚を切り出す手間が省けたと喜んで、その場で離婚届にサインをした。記入し終えた離婚届を私に突き返したとき、この家は愛人と住むから出て行け、と告げられた。結婚して新居を構えるとき、夫名義で契約したので、夫は自分の家だと主張した。時代的に家族全員が共有するものは、夫名義が当たり前という風潮があった。結婚当時の収入面で言えば、私と夫の年収にあまり差はなかったが、一家の大黒柱は男が担うものだと言っていた。私は見えっ張りな夫の性格を知っていたので、それも想定内の反応だったため、快く夫の要求を聞き入れることにした。だが、まだ引っ越し先を決めかねているので、もう少しだけ待ってほしいと伝えた。夫は若干渋る表情を見せたが、ここで私が態度を変えることを懸念したのか、長くは待てないとだけ言い、おおむね私の要求が通ったのだ。まさかの急展開で、娘には事後報告となった。社会人としての一歩を踏み出す前の大切な時期に、
こんなことになって申し訳ないと娘に打ち明けた。話を聞きながら娘は何度か夫のことを不快や不潔といった表現をした。娘の年を考えれば異性との付き合いもあって当然だ。夫のしたことを知り、恋愛や結婚観を壊していないか不安だった。娘は夫の不貞には一切気づいていなかったため、何も知らずにいたことを私に詫びてきた。ごめんね、お母さん。一人で抱えてつらかったよね。私がいつまでも子供だったから言えなかったんだよね。これからは何でも相談して、一人で抱え込まないで。父親の不貞行為を知り、とてもショックを受けているはずの娘が、自分の感情よりも私の気持ちに寄り添ってくれたことが何より嬉しかった。それは娘が確実に成長していた証で、誰かの気持ちに寄り添える優しい子に育ってくれていたとも言える。夫の不貞を知りながら耐えた甲斐があったと思えた。1週間後、私は荷物をまとめて家を出た。私が結婚するときに両親が揃えてくれたドレッサーや食器なども持ち出したかったので、単身用の引っ越し業者を頼んだ。夫がいると面倒だったので、夫がいない間に家を出ることにした。娘は大学の卒業と就職先の入社も控えていたので、ここに残った方が通学なども便利だ。だが、どうしても夫とは一緒にいたくないと主張して、私と一緒に出ていくことになった。夫は娘が私についていくと告げたとき、なぜあえて不便なところに行くのか理解できないと、娘の行動に反対をしていた。金に貪欲な夫だ。私が出ていくと、私のパート代の分が減ることを心配したのだろう。娘が就職後も実家から通えば、生活費として数万円絞り取れるので、一人暮らしに反対したのだと思う。私のパート代は、夫の愛人への貢ぎに変わっているはずだ。だから、娘の稼ぎも同じように使うと思われる。それだけは母親として阻止しなければならず、今度ばかりは強気に出た。私が今までにないくらい強気で娘の希望に賛同したので、夫はしぶしぶ引き下がる形になった。しかし、諦めきれなかったようで、私が見ていないところで娘に思いとどまるよう説得していたらしい。しかし娘も頑なにそれを拒んだ。娘が私に助けを求めるようになると、夫としては私の考えが変わり、離婚に伴う慰謝料の要求などが増える方が脅威なのだと思う。今のところお金より愛人の方が重要のようだ。私の引っ越し先はやはりすぐに決められなかった。というのも私がパート勤務で月収と家賃が釣り合わなかったのだ。ひとまず事情を話し、実家に戻ることが決まり、そこで再出発することにした。両親は孫と暮らせると大喜びで、実家では大歓迎を受けた。父は娘のために最寄り駅まで車で送迎をする献身ぶりだ。やっと心休まる日常になったと思われたある日、夫から電話がかかってきた。離婚したとはいえ、すぐに連絡先を削除したり拒否することはしていなかった。お互いきれいさっぱりと別れられたと思っていたからだ。今さら電話で話す内容に心当たりはないし、やっと落ち着けた日常を邪魔されたくなかった私は、しばらく夫の電話を無視していた。そのうち諦めるだろうと思ったからだ。ところが、日増しに連絡の間隔が短くなる。仕方なく電話に出ると、
いつまで待たせる気だ、騙したな、と私を批判する言葉で怒鳴られた。どうやら夫は私から受け取った本真珠を本物と疑わず、それを愛人に送ったらしい。私はもともと祖母から代々受け継いでいく本真珠を別れる夫に無償提供するつもりは毛頭なかった。安価な偽物がお似合いだと馬鹿にしたことを受けて、出ていく準備をしながら安価な偽物真珠のアクセサリーを手に入れていた。実は私が素直に夫の要求に応じて本真珠のセットを渡した際、夫は気をよくしてこんなことを言っていた。俺の愛人はジュエリー店の店員をやっている。目が肥えているからこの本真珠を渡せば、さらに俺に惚れ込むだろうな。それならばと、私は偽物とすり替えて夫に仕返しをしてやろうと企んだ。夫は私と別れた後に愛人に本真珠を渡すつもりらしく、すぐに渡すことはなかった。夫は大事にしているものは必ずクローゼットの奥にしまう癖があった。夫の外出中にこっそりすり替えておいたのだ。愛人が本当に目の肥えた人なら一目でわかると予想をした。偽物を渡すような男にでもついていくのか、呆れて見捨てるかは賭けだった。結果はどうやら後者のようだ。愛人からは子供騙しのようなおもちゃの真珠を本真珠と偽って渡すとは馬鹿にしているのか。女を見下している。安い女と笑ってたのかと散々な言われ方をしてあっさり捨てられたそうだ。しかも低収入だったこともバレたらしい。口論していた際、うっかり夫が口を滑らせたと言っていた。愛人にいい顔をするためにかなり見栄を張っていたはずだ。身の丈に合わない見栄はいつかボロが出るものだ。それなのにこうなったのは私のせいだと責める夫に不貞行為を働くような人が何を言っても言い訳にしか聞こえない。身から出た錆、自業自得と反撃して電話を切った。破局にまで追い込めたことで私の仕返しは成功してスカッとした。これで心置きなく新しいスタートが切れると、私はこれからの人生を見据えて職探しや新居探しなどをしながら過ごした。老いていく両親に代わって買い物をしたりと毎日が楽しい。ふとこのまま実家暮らしでもいいような気がするが、それでは収入面などで甘えてしまいそうだ。父は定年後再雇用してもらい今も働いているが、前世紀よりは収入が減っている。年金もそれほど多くはないだろうと考えると、やはり家を出るのが最善のような気がした。娘も一人暮らしを諦めていないようで、片道1時間半かけて通勤しているが、1時間以内の場所に越したいらしい。そうした中でも諦めの悪い夫は私に連絡をよこし続けた。次第に煩わしくなった私は着信拒否をした。すると今度は実家に直接かかってくるようになる。両親には無視するようにと伝えたが、やはり電話のコール音が鳴ると気になってしまう。結局、実家の家の電話も夫の番号を拒否することになった。さすがにこれには夫も気づいたようで、知らない番号や公衆電話からの着信が増えた。はじめは娘に何かあって公衆電話や知人の電話を借りて連絡していると出たのだが、夫からだと分かったので無視した。母は携帯電話が嫌いでいまだに持ちたがらない。そのため公衆電話を使うので、公衆電話からの着信を拒否する設定にはできないでいた。家の電話番号を変えることも考えたが、
いずれ出ていく私のためにわざわざ番号を変えさせるわけにもいかず、私は新居探しを急いだ。夫と離婚して半年が過ぎた頃、元自宅に住んでいた頃に仲の良かった人から連絡をもらった。その方は家庭菜園が趣味で、畑の一角を借りていた。今年は収穫量が多いのでもらいに来てほしいと言われ、私は車で買い物がてら寄ることにした。元近所では、私の離婚はすでに知られていた。出て行くときに挨拶をしたのは親しいご近所だけだったのに、どうしてと聞くと、元自宅に行ってみればわかると言われたので、受け取るものを受け取った後、寄ってみることにした。正直、元自宅に向かう道は懐かしいとさえ感じてしまう。貧乏でケチな夫だったが、決して窮屈なだけの結婚生活ではなかった。女癖が悪くても、夫がケチだとわかると、だいたい女の方が夫を捨てていたので、長続きはしていなかった。だが、離婚を決心することになった愛人とは付き合いが長かった。夫もどうすればケチとバレないか、貧乏とバレないかを学んだようで、うまく立ち回ったようだが、詰めが甘く、結果捨てられた。貧乏なことは結婚する前から分かっていたことだ。二人で稼げばなんとかなると思い、結婚に踏み切った。それに、完璧な男より少しダメなところがある方が堅苦しくならずに済むと私は思っていた。そこに女癖の悪さがあることは結婚してから分かったのだ。そんな夫との出会いから結婚までのことを思い返しながら、元自宅の様子を伺っていると、不思議な光景を目の当たりにした。元自宅は半年ほどでこれほどまでに変わり果てるだろうかというほど、庭は荒れ放題だった。外門は錆だらけで朽ちている。家の外壁はツタで覆われ、学校帰りの小学生が元自宅の前を通りながら、お化け屋敷と叫んだ。ここは幽霊が出るとか、モンスターが住んでるとか、面白おかしく話しながら通り過ぎるのだ。確かに廃墟そのものだ。元自宅を見た私は、子供たちがお化け屋敷と面白がるのもわかる。別れた夫は一体何をしているのか。と、その時、のぶとい雄たけびが聞こえた。かと思えば男の声で悲鳴が響く。やめろ、来るな、出て行け、などと叫びながら誰かが家の中から飛び出してきた。髪とひげは伸び放題。薄汚れたシャツに下着のパンツ姿。素足のままの人物は変わり果てた元夫だった。目がやたらと大きく飛び出ているようにも見えたのは、痩せこけたために目だけが強調されたからだ。落ちていた木の棒を手に、あっちに行け、こっちに来るなと言って振り回していた。だが私には何も見えない。傍から見ると夫は何もないところで、あたかもそこに何かがいるように見せかけて騒いでいるだけにしか見えなかった。別れて仕返ししてすっきりと思った私だが、さすがに25年連れ添った元夫を放置できず、車から降りて駆け寄ろうとした。だが私はそれを思いとどまった。今日私は祖母の形見の本真珠のイヤリングをしていた。バックミラー越しに何かが光ったのが気になり、じっとミラーを見ると、光っていたのは本真珠のイヤリングだった。真珠の輝きとは違った光り方だ。これに気を取られている間に、元夫の方も落ち着いたのか、
木の棒を手放して家の中に入っていく。だが足に力が入らないのか、茂った草に足元を取られているのか、何度も転びながら家の中に入っていく。それはもう貧血で食事をまともにとれていない慣れの果てというよりは、何かに怯えながら生活しているやばい状態にしか見えない。祖母の形見の本真珠と元夫の様子から、私はあることを思い出した。実は祖母はとても迷信深い人だった。ご先祖様は子孫のいいことも悪いこともお見通し。だからバレていないことはない。悪いことばかりしていると、いつかまとめて罰を受けることになる。私は子供心に、いつか忘れた頃に来るかもしれないお先祖様からの罰が怖くて、私がされたら嫌なことは他人にしないようにしようと誓ってきた。今回、夫への仕返しで悪いことをしたけど、ご先祖様は見逃してくれたのか、それともこれから先に罰を受けるのか。私は夫の変わり果てた姿を見て覚悟を決めた。その日の夜、それとなしに今日の出来事を母に話した。母もまた幼い頃、祖母から聞かされて不思議な体験をしたと話してくれた。それを祖母に話すと、ご先祖様が見守ってくださっているからだと言ったそうだ。おばあちゃんはあなたのことをとても可愛がっていたから、あなたが困っているのを黙って見守っていられなかったのかも。祖母の形見の本真珠を握りしめると、なぜか心が熱くなった。おばあちゃんが守ってくれたんだね。ありがとう。祖母の遺影に手を合わせると、不思議と祖母が笑いかけてくれているようにも思えた。それにしても、こんなに優しい祖母が、元夫の目にはどんな風に映っていたのだろうか。それはもう、恐怖の存在だったんじゃない？たった半年で風貌が変わってしまうぐらいだ。語るのも恐ろしいものだったに違いない。その後、元自宅の家は、ゴミ屋敷と化して地域の問題として名前が出ることになった。どうにもならず、地域の人が団結してテレビ局に持ちかけたことで全国的な話題となった。さらに、夜な夜な規制が聞こえるとかで動画配信されて心霊スポットとして騒がれるようになる。常に誰かの目にさらされ、監視されているようなものになった夫は、さらに精神を病んでしまい、仕事もできず、クビになったようだ。実は、愛人に貢ぐお金に困った元夫は、会社の備品を転売していたこともバレた。これは、後々知ったのだが、バレた元夫は、私に知られたくないと、会社に頭を下げて、わからないように給料天引きで返済していたらしい。道理で昇進もないし、昇給もないわけだ。悪いことをした元夫をクビにしなかった会社に感謝しかない。私はその後仕事が決まった。希望は正社員だったが、とりあえずパートからの勤務となった。それだと賃貸契約に支障が出そうで不安だったが、娘からの提案で娘名義の賃貸マンションで二人暮らしを始めることにしたのだ。安定収入のある娘が家主になることで、賃貸契約は滞りなく済ませることができた。今は正社員になるべく、パート勤務に精を出している。フルタイム勤務の娘を助けるために、家事の大半は私の担当で、忙しい日々だが、精一杯生きている実感を得られて、とても楽しい。